目覚めた地球人へ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。長い動画ですので、いくつかに分けてチャプターをつけました。今日は思考を止めると波動が上がることについてお話しします。思考を止めるとか波動を上げるとか知ってはいるんだけど、何をしたらいいのかわからない。毎日が辛いから何とかしたいって悩んでいませんか？自分はダメだとか能力がないと自分に対して評価を厳しくしてきたという方、最後まで聞いてほしいです。内面の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く必要ないことに気づくことができます。思考を変えて自分を知るお手伝いをしていきますので、チャンネル登録お願いします。毎日の感情や思考の波動で現実を作ることを実際に試し続けている自分を信じてこの動画を配信しています。今回は思考をテーマにして波動を上げることは思考を止めることについてお話ししていきます。個々の考え方もありますが、この動画では私の実験、体験とさまざまな学問の思考の情報も踏まえて配信しています。では、波動を上げて快適な思考にする方法について話していきますね。思考を止めることで何が起きるのか。長くなりますので覚悟して聞いてくださいね。地球すべての存在、体も物質もすべて波動のエネルギー体です。これはもうご存知だと思いますが、量子力学でいう波動や波長、波動が高い状態でいるとすべての物事がうまくいくってよく聞きますよね。いつも心地のいいリラックス状態やワクワクしている感覚です。この波動が望んでいる夢や目標、実現化するとか波動が高い状態になるということです。では、波動が高ければ現実化になるのかっていうと答えは違います。波動が高い状態を維持することが大切です。あと重要なのは行動ができるエネルギーがあることです。つまりパワーの強さです。これがすごいのは夢とか目標とか現実に到達するまでのスピードがとても速いんです。波動が高くてエネルギーが高い状態で維持できると現実化が来るんです。エネルギーがすごく高い状態で、しかも集中している状態です。でも簡単にできない時には思い込みの執着という低い波動があります。でもネガティブな執着って簡単に手放すことができます。望むステージにエネルギーがある波動が高い状態で維持していくこと。叶えたい夢や目標は本当に速いスピードで到達できます。波動が高い状態でエネルギーが高い状態は願いを叶えられるっていうのは本当なんです。実際にどんな方法でエネルギーを高めていくのか。それは毎日もともとの気が波動がですね、高いのが秘訣なんです。つまり元気です。わかりやすいのは周りに元気いっぱいの人がいるかどうかっていうことです。これが波長の合うという共通点なんです。もしネガティブなことが現実にあると感じているのなら、周りの波動を見てください。今のあなたの波動がわかります。人間は未熟で未完成。未完全を克服して人間の成長の経験を楽しむことを目的にしています。すべて選択してきた人間の外側と内側に多くの経験ができるように生まれた時から、親からの助けを必要にして赤ちゃんとして、未完成で未完全をもとにして完成や完璧に近づける成長を経験しています。他者の力を借りたりとか、外側にいる人、過去の出来事や未来など、外側の世界に対して今、目を向けすぎていないことが究極の答えです。気を使ったり、気を配ったり、やりすぎて疲れていませんか？未完成を完璧にすることを求めすぎて、辛い努力をしていませんでしたか？今、自分自身を責めて悩んでいませんか？過去は毎日の思考の積み重ねが作った現実ですが、もう過ぎたことです。過去のいらない執着を捨てて、新しいものを取り入れる。いらないものを捨てることですね。スペースを空けてから
手に入れていくことで波動を上げることにつながります。不要な波動とは何か。思考にあるもので過去の思い出や未来の不安です。過去は終わったことで捨てられないものは思い出なんです。物や人に執着する理由はその時の喜びや感動を求めているからです。でも過去のその感情を今感じることはもうできないんです。その時思い出す波動がただあるだけです。物を見て思い出すことや当時のことを思い出す。不要なものに執着する理由や片付けられない原因でもあります。過去の執着を外せないのは未来のものを入れたくないという行動になってしまいます。執着や不安でいっぱいなら捨てればいいだけです。不要なものを持つ価値は過去の執着。物に執着するのは変化したくない思い出で、存在すらも忘れているものです。意図的にあなたのスペースを空けることは不要なものを片付けることです。本当に必要なものが分かると捨てられます。必要なものだけを残すだけでいいんです。これは思考を止めることにもつながります。断捨離が思考を止めて波動を上げる。このような理由があるんです。自分を信じて行動を望むことが理解できるようになると、不安や心配が消えていきます。過去に作った現実から目をそらさないことは、承認欲求が物を増やすことになります。実は自分を認めると物がいらなくなります。本当に必要なものだけで良くなるんです。過去の波動は目にすることでその時の感情を思い出し、現実を変えることはできません。不要なものは過去も波動ですので、見ると思い出します。忘れたくない思い出でももう過ぎたことです。あなたが幸せになるためには手放すことをお勧めします。今持っている概念は本当に必要ですか？不要なものと分かっているのなら捨てる勇気がいります。物欲によって価値や幸せを感じていただけですから。波動を変えます。今不要な過去の波動を捨てられるのはあなただけです。自分を認めることで不要なものを片付けると、自分軸で行動ができて幸せを感じることができます。必要なことが分かってくるんです。心の中のいらない執着という感情の波動を認める。片付けることで感情が手放せます。片付けは波動と人生が変わります。執着はスペースを占領しています。このままでは変化は起きません。新しい希望や新しい波動のスペースを空けます。断捨離することで波動が変わり始めて、人間関係も仕事も波動が変わると同時に変化してきます。意図的に決めて過去の波動を断捨離することで波動が変わり始めて、スペースに空きが出てきます。人生に必要な希望の波動が入ってきます。不要なものをどんどん片付けていくことで、いっぱいいっぱいの余裕のない感情から心地よく解放されていきます。今、自分自身に意識を向けて完璧ではない自分に悩んでいますか？今、もしかしたら何かのサポートを受ける時なのかもしれません。高みを望むシナリオに今を選んでいる。次のミッションがあると思ってみてはどうでしょうか。生まれてからいろんなできる体験をして、完成を求めて努力して、十分にできることにあなたは気づいているはずです。未完成な自分として心と体を責め続けることをそろそろやめてあげませんか？今選択した感情を一つずつ解放する。感情を感じてしっかりとつかみます。十分に地球で体験できたその感情に感謝して手放す。意識を向けている目線、見ている方向でわかります。思考が現実にならないことには原因があります。その根本が何かを知ることが大切なんです。いろんな感情は地球で人生を感動させることができる。すべて自分が選ぶことができた大切なアイテムなんです。今まで経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点で
この悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。感情と思考でフォーカスして蓄積することで現実になります。波動の振動数を速くすることで現実になる可能性が高くなり、集中力やポジティブな思考はネガティブの思考の100倍以上になると言われています。真実の純粋な努力に対してはエネルギーが高くなります。実は純粋な努力に対してエネルギーが高くなる感覚に光が差して長時間感じていることや強く思うことに意識をしていくことです。具現化する波動として意識をしてみる波動を使う練習を楽しんでみてください。目には見えない思考と感情は人間が今選択して地球で作り出した現実の経験を楽しむことができる大切なアイテムなんです。すべて選んできた過去は今の現実になっています。波動を拡散するとは本質を変えずに心に従って素直に他力も利用します。早い行動、新しい感覚を持っていくことです。望む人生を作るためには心に素直に生きることです。悩みが起きている時には他の分野のことに意識を向けてみることで解決に向かうこともあります。長い時間感じていることや強く思うことが現実になっていきます。集中力やポジティブな感情は波動の振動数が高いので蓄積するエネルギーも高くなります。早い現実になります。他力の波動を上手に扱うことで変わることを体験できる。ゴールがある自分を信じることができると見ている波動で変化が起きることを経験できます。満足がサポートしてくれます。自分を信じることです。自分軸しかない時代が来ています。目には見えないものです。自身の個性は主観で個々に違います。他者と比べることも争うことも競うこともいりません。他者になる必要もありません。この地球ではあなたしかできないことがあるんです。慈愛と勇気を自信に注いであげてください。自由とパワフルさを投げかけることです。満足していて愛のあるユニークな存在になっていきます。ここでまとめです。思考と波動のお話をしてきました。勇気を出して決めることで現実に近づいていくことになります。今、フォーカスしている意識を向けてエネルギーを蓄積していることは現実になっていきます。もし今、限界と感じているときは次の学びのサインです。思考は生きやすくして楽しくするための大切なツールです。幸せになることも現実を作ることもすべて思考で作り出しています。思考を止めたいのであれば、まずは出てくる思考に気づくことです。限界って感じていることがあるのなら、他力を使うことです。他力をもらう、他力を借りる、他力を合わせるという学びがステップアップになります。今がこの成長の経験として人生を作り出す選択をするときです。他力を使うことはブロックを外すことになります。目には見えないし、思考の生み出すものはあなたの中にあるものです。他者に頼ることが苦手で自分を責める癖があるなら、そんな自分を許して、その波動をこの思考は 100% 根本からなくします。どうやって思考を変えるのか。まずはなりたい人生や目的には、今感じている感情とその思考は持っていないと困りますかって自身に問います。もういらないのであれば、握りしめているその手を開いて離せばいいだけです。解決に意識を向けていけばいいだけ。ないことに目を向けるのではなく、あることで満ちていることに感謝する。足を知る者は富む。感謝をすると幸せにつながっていきます。夢を考えると楽しいですか？結果だけを求めて辛くなっていませんか？選択肢が
もし今一つしかないのであれば、現状を意識せずにその事柄に感謝して尊厳を持ち続けることです。いいとこ取りの感覚を作ること、感じる感情をあなたが意図して思考することで大きい変化が目の前に起きてきます。3つの感情の表現を意識することを改善します。あなたの波動をいい波動に維持することができます。まず一つは、大げさに落ち込んでいませんか？あなたが大げさに落ち込むことによって、周りに重く暗い波動が広がってきます。いちいち腹を立てて怒っていませんか？怒りの波動はトゲトゲした波動で周りの波動を低くしてしまいます。もう一つは、わざわざ難しくしていませんか？悩みを難しくすることで、悩みを望んで継続することになっていきます。ここを理解しておくことです。怒りの感情を持つことで、体に大きく負担がかかり、病気になりやすくなります。これらの感情は、ネガティブな感情を常に感じてしまいます。怖さがゆえに防御する反応、常に他者と比較をして完璧主義になっていきます。出来事の結果や人やお金の見返りを求めすぎます。他人のミスを許せない。心に余裕がなくアンチな感覚を持っていきます。期待や依存、所有する概念です。優越感や承認欲求、共感性が弱く自己愛が強すぎます。怒りの感情が出てきたら、まずは認めて、感謝して手放します。消化させることで怒りの感情はだんだん出てこなくなります。気持ちを解放することで願いを叶えやすくします。これでないとダメという思いを外すことです。今満足しているのなら何か変化を求めることはありませんよね。地球では感情と言葉の波動があなたの人生を作っています。自分を許している寛容な気持ちに何度も意識してください。それが潜在意識に刻み込まれて本当の最良の方法で問題の解決に向かっていきます。今を生きているユニークで勇気のある素晴らしい地球人は自信と向き合うことで個性を知ることができます。他者と比べる、競う、争うことは必要なく全く無意味なんです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて今地球で生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。